ジムニーに乗り始めてから気づけば5年が経ちました。走行距離は11万キロ。さすがに11万キロも走るとあちこち交換が必要になってきます。その中でも最近一番気になるのが足回り。走っているとどうしてもふわふわして車体が落ち着かないです。段差を越えた時の収まりも悪いし、ステアリングを切った時も反応が遅れてついてくる感じがして、ショックアブソーバーが寿命なんだなぁと実感しています。交換するにあたっては、最初は純正のショックに交換するのもありかなと考えました。純正の安心感もありますし、街乗りだけなら十分かなと思ってたんです。でもジムニーにはルーフテントを積んでいて、常に車体の上に重たい荷物が乗っている状態。そうなるとどうしてもロールが大きくなって、ふわふわ感が気になってしまいます。そこでいろいろ調べてみたら、調整式のショックの方が良いんじゃないかというふうに感じるようになりました。状況に合わせて減衰を変えられるので、荷物が多いキャンプの時や、高速道路を走る時、林道を遊ぶ時、それぞれに合わせてベストなセッティングができる。これは大きなメリットです。ということで今回はオフロードサービス谷口のショックアブソーバーに交換していきたいと思います。20ミリアップで調整式、コイルスプリングと一緒に交換すれば車高が20ミリ上がります。ただ今回車高を上げるのは一旦見送ろうと思っています。理由はルーフテントが乗っていて、車高を上げると立体駐車場に入れなくなる問題があります。普段使いに影響が出るのは困るので、車高を上げないで取り付けていきたいと思います。果たして走りはどう変わるのか、取り付けの様子から実際の試走レビューまでお届けします。まず基本的なことからおさらいです。ショックアブソーバーとコイルスプリングについて。コイルスプリングはいわゆるバネ部分です。車の重さを支えて路面から衝撃を和らげてくれる役割があります。段差を越えた時にぐっと沈んでふわっと戻る動きはこのコイルスプリングのおかげなんです。車高を変える時やリフトアップする時にはこのスプリングを交換するのが基本になります。次にショックアブソーバー。スプリングとセットで使われる部品で、スプリングの動きを抑える役割があります。もしショックがなければ、スプリングがボヨンボヨンといつまでも跳ねてしまうんです。ちょっと難しい問題になるんですが、今回取り付ける谷口のショックアブソーバーは 20mm アップに対応したショックになります。コイルスプリングは交換せず、純正のまま使用しますので、車高は変わりません。純正のコイルスプリングと谷口のショックアブソーバーはちょっと珍しい組み合わせになると思います。取り付けに関しては専門的なことなので車屋さんにお願いしました。まずはそちらの様子をご覧ください。すげえな。基本的に文字ベースなんだね。こうか。これでハードになっていくっていうやつ。よいしょ。で、ハードにすると、これがね、で、ブレーキフォーク。
競争これで、重長が約3センチぐらい、ちょっと取ってないでわからんけど長いもんで、ちょっと下がるだろうというね。で、これが引っ張るもんで、買えやって言ってるんだと思うよ。変えます。足りそう。本当にギリギリだな。ここから感想になります。今回オフロードサービス谷口のショックアブソーバーを取り付けていろんな設定で走ってみました。このショックは14段階調整ができるんですが、まず標準的な設定と言われている前6、後ろ8に合わせて走行。これは比較的純正に近いフィーリングで違和感なく乗れる感じです。次に前12、後ろ14に設定。これはかなりがっちりした乗り心地で、高速道路のようなスピード域で安定感をしっかり感じられました。そして前9、後ろ11。これが僕にとっては一番しっくりくるセッティングでした。乗り心地が良くてふわふわ感もなくなり、運転していてとても安心感があります。総合的に言って乗り心地は大満足です。交換して本当に良かったなぁと感じています。段階調整のおかげでシーンに合わせたチューニングができるのが最高です。僕は信号の少ない舗装路を走ることが多いので、少し固めの設定が一番気に入りました。ちょっと大掛かりなカスタムにはなりましたが、今後リフトアップする可能性もありますし、その時にコイルスプリングを交換すればスムーズに対応できます。今後のカスタムの幅を考えても、この選択は正解だったと思います。
はい、ということで今回はショック交換レビューでした。この動画が参考になった、良かったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた。1年